俺たち一家はここ数年正体不明の果物泥棒に手を焼いていた。夜間に俺たちの果物畑に何者かが侵入し、果物を盗んでいるようなのだ。盗まれる量がとても多いわけでもなく、被害も大したことがなかったので、俺たちは特に対策を取らずに果物泥棒を見逃してきた。だが年々盗まれる量は増え続け、ついに耐えられなくなった俺たちは泥棒対策を講じる。しかしその先に待っていた結末は、俺たち一家の誰一人として予想だにしないものだった。俺の名前は中野渡、40歳。代々果物農家をしている家に生まれ育った俺は、農業高校を卒業後、実家の果物栽培を手伝い始めた。家族経営で一応会社として果物を生産・販売している。父もまだ働いてくれてはいるが、書面上は俺が社長ということになっている。高校の同級生だった水木とは高校卒業後すぐに結婚し、以来うちの果物栽培を手伝ってくれている。俺と水木との間には一人息子のタケルがいて、昨年から大学進学のために上京した。そんなわけで今は俺たち夫婦と両親とでこの果物栽培を営んでいるのだ。うちの看板商品は高級ブランドの桃やぶどうだ。俺の住む地域は盆地で、周りの農家さんもみんな似たような果物を作っている方が多い。10年ほど前に販売が落ち始めたのをきっかけに、父と俺とでこのままではまずいと高級品種の開発に取り組んだ。芽を出すのに5年ほどかかったが、徐々にブランドの名が知られるようになり、今ではテレビで取り上げられたり、東京のデパートに置いてもらったり、中には海外から買い付けに来てくださるお客さんまで出てきたりしているほどの繁盛ぶりだ。おかげでなんとか息子を大学まで行かせることもできたわけで、まさに高級桃と高級ぶどう様々である。そんな何もかも順調に見えた我が家だったが、数年前から奇妙なことがたびたび起こっていた。うちの果物畑にたびたび泥棒が入っていたようなのだ。それもどうやら動物ではなく人間の仕業らしい。動物であれば分かりやすく畑が荒らされていたり、果物の木に跡がついていたりするので、見ればすぐにわかる。しかし奇妙なことに、俺たちの看板商品である高級桃や高級ぶどうが人間の手でもぎ取られているようなのだ。ぶどうなんかはまるでハサミでも持参してきたんじゃないかというぐらい、きれいに房ごと盗まれていた。初めて気づいた時はショックで、大量に盗まれたらどうしようかと怯えていたのだが、その年は結局数個しか盗まれた形跡がなかったので、これくらいならいいかと思い目をつむることにした。うちの周りには人なんてそうそうたくさん住んでいないし、親の代から数年前までこんなことは一度もなかったので、わざわざ防犯カメラを設置することはしないでいいだろうということになったのだ。しかしその翌年、俺たちが何も対策をしなかったのをいいことに、桃とぶどうの収穫時期が近づくと泥棒は盗みに入ったようだった。そのさらに翌年も同じことは続き、年を追うごとに盗まれる量が増えていった。そして去年はとうとう桃が50個近く、ぶどうも50房ほど盗まれる事態となり、これはさすがにまずいということで、俺たちは対策を講じることにした。人間による窃盗だけではなく、俺たちの住むエリアでは山から降りてきた動物の被害も増えてきていた。そのこともあって、俺たちは防犯カメラに加えて私有地侵入禁止の看板も揃えることにした。手痛い出費だったが、大事な作物とブランドを守るためには必要な経費だった。それからしばらくは作物が盗まれることや動物が入ってくることはなくなり、俺たちは安心していた。とはいえ、せっかく防犯カメラを設置したので、俺は何が映っているのだろうかと気になってしまい、時々防犯カメラをチェックしていた。すると、ある日の映像に高級桃とぶどうの畑に設置した電気柵のあたりで、深夜に男がうろうろしている様子が映っていたのだ。俺は気味が悪くなり、思わずカメラの映像を止めて見るのをやめてしまった。この男が
今まで俺たちの畑を荒らしていたんだろうか。だとしたら今もなお深夜に俺たちの畑に来て中に入ろうと目論んでいるのだろうか。でも防犯カメラを設置してからは畑の中に入られた形跡はないし、果物に被害も出ていない。家族に相談しようかとも思ったが、妻や父母に怖い思いをさせるのも嫌だった俺は誰にも言わず黙っておくことにした。そうして半年ほどが過ぎたある秋の日の夜、俺たちが夕食を食べていると畑の方から大きな叫び声が聞こえた。それは若い男の声のようだった。俺たちの家の周りには何もなく、普段は静寂に包まれている。突然の出来事に俺たちは顔を合わせていたが、俺はただごとではないと思い、慌てて声のした畑の方へ向かった。高級桃とブドウの畑の電気柵のところへ着くと、若い男が倒れていた。男に声をかけるが反応はない。首を触ると脈はあって呼吸もあるようだ。電気柵に触って感電したのだろうか。いずれにしても万が一のことがあっては大変なので、俺は急いで妻に救急車を呼ぶように頼んだ。30分ほどして救急車が来た。うちは田舎なので救急車もそうすぐには来ない。救急車が来るまでの間、俺たちは一家全員で倒れている彼のそばに立ち見守っていた。救急車が到着して俺は彼と一緒に救急車に乗り病院まで付き添った。病院へ着き医者に診てもらったところ、心肺に異常はなく、電気柵の電気ショックで一時的に失神してしまったのだろうとのことだった。俺はひとまず彼が無事だったことに一安心し、妻に連絡をした。彼は念のため一晩入院し、明日問題がなければ家へ帰ってもよいとのことだった。俺は翌日また病院へ来ることにして一旦家へ帰った。そして翌日、彼の様子を確認しに病院へ行くと、病室には彼の母親らしき人が来ていた。彼は意識が戻ったようで普通に母親と話している。俺はほっとしながら彼の方に近づき、彼と母親に改めて挨拶をした。彼から昨日の経緯をどのように聞かされたのか知らないが、母親は俺が挨拶をすると、あなたね、何平気な顔でお見舞いなんか来てるのよ。危うくうちの息子が死ぬところだったのよ。まず謝るのが先でしょ。とものすごい勢いで怒鳴りつけてきたのだ。俺はその勢いに困惑しながらも、いや、ですね、息子さんはこれまでに何度もうちの畑に入ろうとしてたみたいなんですよ。なんならこの数年ずっとうちの畑から果物を盗んでいたんではないかと。それで今回もうちの電気柵を越えて入ろうと改めて経緯を説明しようとしたのだが、泥棒の母は話を遮り、何言ってるのよ。お宅の電気柵がきちんと安全管理できてなかったからうちの息子が失神して危うく死にかけたんでしょうが、もういい、傷害罪で慰謝料を請求する、覚悟しなさいよ。と畳みかけてきた。俺はこれはどうしようもないと思い、自分たちの置かれた状況が全く分かっていない泥棒とその母に冷静に返答した。何も知らないんですね。いいですよ、訴えたいならそうしてください。と言い、一緒に病院まで来てくれていた俺のいとこを中へ招き入れた。俺のいとこは泥棒親子に会釈すると名刺を取り出し話を始めた。はじめまして。私、こちらの中野渡のいとこで弁護士の中野明と申します。とまずいとこが自己紹介をすると、まさか弁護士が来ると思っていなかった2人は驚いた様子で口をあんぐり開けている。それに構うことなくいとこは話を続けた。今少しお話を伺ってましたら、中野さんが電気柵の安全管理をきちんとしていなかったと、そうおっしゃるわけですね。そうよ、だから傷害罪で訴えるって言ってるのよ。お話は分かりました。しかし今回のケースですと、中野さんを傷害罪で立件されるのは難しいと思いますよ。中野さんの畑の電気柵はきちんと感電対策もしていたようですし。でも現に息子は失神しているのよ。安全対策ができていない証拠じゃない。と泥棒の母が切れているところに、俺は昨晩の防犯カメラの映像を見せた。そこには泥棒の彼がうちの電気柵を何か長い棒のようなもので叩きつけて壊し、
さらには辺りを水浸しにして電気柵をいわゆる漏電状態にする様子が映っていた。言葉を失う泥棒母をよそに、いとこはさらに話を続けた。今ご覧いただいた通り、中野さんは電気柵に安全対策を施していた。それをあなたのお子さんが自ら壊しているんです。さらに言えば、中野さんの畑は私有地で、敷地の境界には立ち入り禁止の看板も出されていました。お子さんはそれを無視して中へ踏み入り、電気柵を壊した。これは軽犯罪法違反および器物損壊罪で、中野さんがあなたのお子さんを訴えるには十分な事由ですよ。そう、俺たちは電気柵を設置するとき、今回のようなことが起こらないように、電気事業法を守って感電対策を施してある。つまり、感電柵に触れても1秒電流が流れると1秒止まるようにできているのだ。そもそも俺たちの畑に人や子供が入ってこないように、境界のところにロープと看板を設置してある。にもかかわらずこの泥棒は昨晩に立ち入り禁止の看板を越えて中に入り、電気柵は水浸しで漏電状態にあった。電気柵の安全対策も機能しない状態になり、電気柵に触れた彼は感電し失神したというわけだ。泥棒の母親は傷害罪で俺を訴えようとしたようだが、俺が故意的に電気柵によって泥棒の彼を傷つけようとしたと立証するのは難しいだろう。電気柵の事故の場合、傷害罪というよりも民法17条の土地工作物責任を問われるケースもあるようだが、俺の場合、電気事業法に沿って安全対策をしていたし、何より防犯カメラに電気柵を壊す彼の様子が映っているので、訴えられるべきなのは俺ではなく彼の方だろう。俺は彼を病院に送り届けた後、いとこで弁護士のアキラへ電話し助けを求めた。最近のニュースで電気柵の安全対策の不備によって人が亡くなり、柵を設置した人が訴えられたという事件があったのを思い出し、不安になった俺は夜中ではあったが急遽弁護士でいとこのアキラに相談したのだ。事の背景と今回の出来事をいとこに話すと、彼は冷静に俺たちが訴えられる可能性が少ないこと、むしろ泥棒の彼が軽犯罪法に触れること、そして俺たちが設置した電気柵を壊したことは器物損壊罪にあたることも教えてくれたのだった。そしていとこによって追い詰められた泥棒と泥棒の母は焦り出した。母親への対応が落ち着き、改めて意識の戻った彼の顔を見ていると、ふとどこかで見た顔のような気がしてきた。ちょっと待ってください。あなたはどこかで会ったことないですか？と俺が切り出すと、泥棒はぎょっとした顔をした。これは何かあるのではないかと思い、俺は慌てて妻にビデオ電話をし、彼の顔を見せてどこかで見覚えがないか尋ねた。すると妻は、ああ、もしかしてこの人って、そうだわ、間違いない。数年前までうちによく配達してくれてたお兄さんじゃないの？それってもしかして。そう、すごい感じのいい人だったんだけど、何度かうちの玄関に置いてた時計とか金目のものがなくなったことがあって、もしかして彼なんじゃないかって話してたじゃない？でもほら、いつからだったか配達の担当が彼じゃなくて他の人になって。と妻が一通り話すと、俺はそんな話があったことを思い出した。妻の方が家にいる時間が長いので、宅配の受け取りは妻に任せることが多い。確かに数年前、うちの時計やら何やらが盗まれ、宅配のお兄ちゃんの仕業ではないかという疑惑が出たことがあったのだ。まさかこの彼が同一人物なんだろうか。一連の妻との会話を聞いていた泥棒の彼は青ざめた顔をして、なんとその場から逃げ出そうとしていた。これはまずいと直感した俺は、いとこに泥棒が逃げないよう見張ってもらい、その場で警察を呼んだ。今回の電気柵を壊した件以外にも、これまでの果物泥棒とうちの金品窃盗、その他の余罪がかなりあるだろうと思ったからだ。やがて警察が病院に到着し、早速簡単な事情聴取が始まった。泥棒の母は必死に息子をかばおうとしていたが、肝心の彼は警察にかなり怯えた様子で、意外にも簡単に自分の犯した罪を白状し始めた。話が長くなりそうなので、詳しくは警察署で話を聞きましょうということになり、俺といとこも連れて警察署へ行くことになった。警察署に着くや否や、彼は泣き出し、くしゃくしゃになった顔で、
これまでした罪を語り出した。泥棒の彼はやはり数年前までうちに配達をしてきてくれていたお兄ちゃんだった。そしてうちの高級果物を盗んだこと、さらにはうちの玄関から金品を盗んでいたことも自白した。一見感じのいい人だったのに、なんでこんなことをしたのだろうと思ったが、後から彼の事情を聞いた俺は何とも言えぬ悲しい気持ちになった。泥棒の彼は高校まで真面目で成績優秀、スポーツも万能で、いわゆる学校を代表する優等生だったそうだ。ところが大学受験に失敗、浪人をしても希望の大学に行けず、そこから宅配便のバイトを始めたという。厳格な父親はそんな息子に日々罵詈雑言を浴びせるようになり、父に逆らえない母は何も言えず、彼はそんな家庭内の空気に嫌気がさし、家を出たそうだ。それからというもの、家族や友達とも連絡を取ることなく一人暮らしを続けていたが、思い描いていた人生からどんどん遠ざかる自分が嫌になった。バイトの宅配先の家で幸せそうな家族を見るたび、自分はこんな風に生きることはできないと思い、幾度か窃盗を行ったのだそうだ。その後彼はうちだけでなく他の家での金品の窃盗、畑への侵入および作物の窃盗などが明らかになり起訴された。泥棒の母は自分の息子に限ってそんなはずがないんだ、信じてくれとわめいていたそうだが、肝心の息子があっさりと自白したので、もはやどうにもならない状態だったらしい。泥棒の父はというと、息子にはがっかりした。もう自分の息子ではないと言って絶縁宣言、面会にすら一度も現れなかったのだという。俺からすれば彼はまだ若いし、これからいかようにでも人生を変えられるというのに、なんでこんな行為に走ってしまったのか、残念で悲しい気持ちになった。もともとは優等生で心優しい若者が、少しのつまずきと家庭内の圧力から道を踏み外してしまうということは、どんな善人であってもいつ何が起こってもおかしくないのだということを思い知らせてくれた。我が家には平穏が戻り、果物たちが盗まれる心配もなくなったことは良かったが、泥棒の彼の心中を思うと、どこかいたたまれない思いになる自分もいる。せめて上京したばかりの自分の息子には、どんなことがあっても否定せず味方でいてあげよう。今回の事件で俺は改めてそう思ったのだった。